どうも、まさるです。この度はご報告が遅れてしまい、誠に申し訳ございませんでした。そして、たくさんのご支援、本当にありがとうございます。大変遅くなってしまい申し訳ないんですけども、今日はですね、進展をご報告させていただきます。僕の当初の想定としては、ある程度の予算感だったりだとか、ある程度のこのぐらいの時期に店が出せますよっていうのが決まってから、こういう動画を撮ろうと思ったんですけど、自分の見積もりがかなり甘くて、思ってた以上にもうすごい、時間もコストもかかってしまって、そこをですね、今日は話させていただきます。まず僕がクラウドファンディングをしたあの時の段階なんですけど、まだあの時はどうやったら加工場出せるのかとか、全然まだ勉強とかしてないし、でも別に熱意があったら全然作れるだろうと思って、で、クラウドファンディングして、もうどんどんやっていけみたいな感じでやろうと思ったんですね。まず当初の予定としては、島に元スーパーで、今は誰も使ってないような空き物件の店舗が、何店舗かありまして、で、そこを買って、改装して、で、そこで魚とか伊勢海老、夜光がよく加工して、で、商品にしていこうっていう風に考えたんですね。で、それだったら、だいたい1500万円ぐらいあればできるのかなっていう想定だったんですね。で、島には、ちょっと皆さん結構驚くかもしれないんですけど、不動産屋がないんですよ。不動産屋がないんで、もう自分で空き店舗、誰が持ってるんだろうっていうのを聞き回って、で、その誰々さんと繋げてくれる人いませんかみたいな繋げてもらって、で、その人が売る意思があるのか、で、売るんだったらどのぐらいで売るのか、みたいなところを聞かなきゃいけなくて、本当に個人個人の交渉なんで、その1店舗を買うってなると、結構時間がかかるんですね。で、そんな感じで3店舗ぐらい、僕の両親の友達が繋いでくれて、で、なんとか、ここの物件はこのぐらいで売るみたい。で、この物件はこのぐらいで売るみたい。ここの物件はこのぐらいで売るみたいな感じで、ようやく加工場にする物件を抑えることができたぞっていうことで、ここからもう専門家の話やっていうことで、建築士の人に話聞こうっていう風になって、で、建築士の人に、こういうね、元々の店舗があるんですけども、どれを加工場にするのがベストですかねみたいな話をしたら、衝撃の答えが返ってきたんですよ。まさらくそこは全部工場立たないよって言われたんですね。って思って。そこまででもう1、2ヶ月かかってるんですね。なんかみんな普通、住宅街とかに住んでると思うんですけど、住宅街のど真ん中に工場がドーンとかと立ってたりとかしないじゃないですか。大体工場って海の近くとかに立ってるじゃないですか。あれって、工場を建てる人が空気読んで沿岸に作ってるわけじゃなくて、シンプルにその住宅街には工場を建てちゃダメですよみたいな。法律みたいなのがあるんですよ。用途地域って言うんですけど、そんな感じで、ある程度ちゃんとした土地だったら、ここは住宅だけ建ててもいいですよ。ここは飲食店も建ててもいいですよとか、ここは小学校とか建ててもいいですよとか、いろいろとあるんですけど、工場が一番規制が厳しいんですよ。僕、それを知らなくて、一旦そこで白紙に戻りました。クラウドファンディングでもう1000万円も支援していただいてるんで、もうやっぱり早く進めなきゃいけないのに、一旦白紙持ったんで、もうプレッシャーもすごいし、もう頭真っ白になったんですけど、でも、もうやるしかないなと思って、で、次、用途地域っていうのが設定されてる場所以外、本当に島の中でも田舎の場所とかになるんですけど、そういうところで、加工場立ちそうな場所ないのかなみたいなところとか、あとはその工場建てられるところ、本当にちょっとしかないんですけど、そこの中で工場に改装できる場所ないのかなとか、この建物どうなんですかとか、それもまた個人間交渉ですと、あそこの土地誰が持ってるんですか、あの人が持ってる。じゃああの人と繋げてくれる人いますかみたいなこと言っても、そんなことやってどんどん聞いていくんですけども、全部ダメだったし、じゃあ仕方ないわって言って、一から建てることになったんですね。つまり何もない土地にもう工場をドカンと建てようと。もうこの時点で結構もう腹くくなきゃいけないなと思ったんですね。一気に予算は莫大に跳ね上がるんで、でももうここまで来たんだからやろうみたいな感じで思ってて。で、それと同時並行で、僕もう本当に知識が少なかったんで、衛生管理だったりとか、いろいろともうずーっと勉強してて、で、衛生管理ってめっちゃ重要だなっていうのをすごい感じてて、で、その時にめちゃめちゃありがたいことに、有限会社 KI っていう会社の代表の川上さんっていう方と繋がることができたんですね。簡単に言ったら、もう衛生管理の第一人者みたいな人なんですけど、その人と繋がることができて、で、その人と、加工場を立ち上げるんだったらどういう風にやったらいいよねみたいな話を、本当専門家の人なんで、ちゃんとした話ができるようになって、で、まず一つ、重要だよねって思ったのは、食品を扱う工場なんで絶対に食中毒出しちゃいけないから完璧な衛生管理しないといけないよねっていう話になったんですね。やっぱり食中毒1件でも出しちゃうと、僕の工場せっかく立ち上げても潰れちゃうんで、そこしっかりしないといけないよねっていう話になったんですね。で、
今年の6月からハサップっていうその衛生管理のすごい厳しいマニュアルがあるんですけど、それに通ったところしか水産加工場の商品出せないよねっていう厳しい決まりができて、で、それを通さなきゃいけないということも分かってきて、それを考えてると、なんかいろいろとあるんですけど、例えば、魚をさばく加工場ってあるじゃないですか。僕のこのキッチンみたいなののもうちょっと大きい場みたいなイメージしてもらったらいいと思うんですけど、それを下ろす場所なんて一つあればいいと思うじゃないですか。これが、ダメなんですよ。例えば頭とか内臓とか鱗落とす場所、これはやっぱ細菌とかいっぱい付着してるんで、頭鱗内臓落とす作業場として一つ作らなきゃいけないけど、これから例えば三枚おろしにするとかの場所はまた別の部屋にしなきゃいけないということが分かったんですね。だからシンプルに言えば、加工場がどうでしょうね、15畳とかだったとしたら、15畳で済むと思ってたものがもう15畳いるよねっていうことが分かったんですね。とか、さらにお菓子の袋とかね、裏側見たらよく載ってるんですけど、アレルギー品目っていうものがありまして、僕は魚のフライ、あと揚げるだけで僕の動画で見るような魚のフライ食べれますよみたいな作りたいと思ってて、これ作りたいんですよねっていう風に話をしたら、小麦粉、卵、パン粉、これ全部アレルギー品目含まれるんですね。で、アレルギー品目含まれるとどうなるかっていうと、その小麦粉、卵、パン粉をまぶす場所、これはこれとして別の部屋作んなきゃいけないんですよ。やばくないですか？それが今の日本の衛生管理なんですよ。で、そんな感じで、やばいやばい、どんどんお金膨れ上がってくるみたいな感じになってきて、今いろんな見積もりが出て、立ち上げに5500万円かかることが分かりました。はい。どうでしょうね、僕が YouTube でどれだけ稼いでるかとか、あんまり分かんないと思うんですけど、クラウドファンディングで支援していただいた1000万円と、で、僕の全財産、全部足しても、全く届かないんですね、5500万円。で、全然お金足りないんですよ。でも、ただ、ここまで来て、漁師が稼げる世の中を作るっていう夢、諦めたくないじゃないですか。いろんな人が僕の夢に賛同してくれて、支援してくれたのに、ここで諦めるとか、やっぱないと思うんですよ。なんで、融資を受けることにしました。とりあえず3000万円で申請します。ちょっと融資っていう言葉に馴染みがない人も結構いらっしゃると思うんで説明するんですけど、簡単に言えば3000万円借金します。はい。3000万円借金して工場を建ててやっていこうかなと思っております。で、3000万借金するのは別にいいんですけど、ただ現実も見なきゃいけないなってやっぱり思ってて、こっからですね、最近僕が動画の最後で、紹介してたみんなが思ってる感想を言わせていただきます。なんなんオンラインサロンだってうさんくさいなって多分みんな思ってたと思います。ここもね、しっかり説明しないといけないと思うんで説明していくんですけど、もともと1500万円で立ち上がると思ってた事業が5500万円かかるっていうことになったわけですよ。で、やっぱり今回やってることは遊びじゃないんで、その水産加工場でこう払える分だけの利益を出さなきゃいけないわけですね。そうなってくると、しっかりと売り上げを立てなきゃいけないじゃないですか。で、ただ、もう僕がやろうと思ってるのが島の魚を売るっていうことなんで、大量生産できないんですよ。一つの商品で500円利益が出ますよ。で、100個売ったら5万円。1000個売ったら50万円。じゃあ1万個売ればいいじゃんみたいな。そんなことできないんですよ。でも1000個だったらもう1000個しか売れない。でも決まってるんですね。で、そうなってくるとどうやって利益追求するのってなったら、どれだけ漁師から安く買い叩いて、どれだけ高く商品売るかみたいな。もう本当これしか利益の上げようがないんですね。そもそも漁師では稼げるようにしたいのに、こんなもうそもそもやる必要ないじゃんって思ったんですね。じゃあどうしようっていうのを考えてる時に、水産加工場のその商品以外でも売り上げを立てれるようにするしかないなって僕は思ったんですね。例えば僕のサロンで月に10万円売り上げが立ちましたってなれば、10万円分もうサロンで出してるから商品で利益上げなくてもいいよねっていう状況が作れるわけですよ。で、つまりその月に10万円入ってくるんだったら、10万円分その漁師の人たちから高く買うことが可能になるわけですね。なんでオンラインサロンやってるのとか、いろいろと思われた方、たくさんいると思うんですけど、シンプルに僕が目指してるのはそこです。やっぱり大量生産もできない。でも漁師を稼がせたい。じゃあどうすればいいかって言ったら、やっぱそこ、別の売り上げを作るしかないなと思ったんで、それでやってます。じゃあオンラインサロンで何やってんのっていう話にもなってくると思うんですけど、やっぱり水産加工場とかを一から立ち上げるところとかってやっぱり見れる機会ないですし、普通見れないものですし、実際にどういう風な葛藤があってどういう風なことが進んでいくのかとかって
普通見れないんで、僕はそこの過程にすごい価値があると思ってて、そういうことをね共有しております。でそれを週2回、2000文字ぐらいの文章で出してて、で週1回、お写真みたいなの出して、若干のファンクラブ的な感じとしても運営しております。で水産工場で商品リリースしますってなった時に、おそらくしばらくは何十個ずつとかしか売れないんで、多分買おうと思っても買えないみたいなことが起こる可能性が高いなと思ってて、加工場が始動し始めたら、先行販売の、サイトとしても機能していくといったような形になっております。はい。そんな感じで、怪しいことをやっております。はい。で、ちょっと話戻させていただくんですけども、多分皆さん気になってるところは、じゃあ、いつぐらいに加工場できるんですかというところがね、気になってると思います。で、これはまだ、正確なことは言えないんですけど、来年の5月ぐらいかなというところになっております。天候に左右されたりするんで、ここの日にできるよとか、そういうのはやっぱまだ言えないんですけども、大体そのぐらいになるのかなという目処で動いております。で、あともう一つ、クラウドファンディングでお金払ったのに YouTube で見せないなんて、それはもうマジ不誠実だろみたいなところは、すごい意見としていただいてまして、それは本当にごもっともだなと思います。で、ちょっとこれに関しては僕の言い方が悪かったなと思ってるんですけど、例えばここの土地でこんな感じでどんどん工場建ってますよみたいな、そういうところは全然 YouTube で出していきます。ただ、こういう意図があってこういうデザインにしてるよとか、こういう意図があってこういうことやってるよとか、こういう人に会いに行ったよとか、そういうところは別に YouTube に流すようなもんじゃないんで、そういうところはですね、オンラインサロンで共有していきますよというような形になっております。そしてですね、もう皆さんが一番気になっているであろうクラウドファンディング約1050万円の使用用途はどうなんだという話もちょっとさせていただきますね。まずですね、1050万円クラウドファンディングが集まったんですけど、キャンプファイヤーっていうサービス使わせていただいたんで、そこの決済手数料で 10% かかってます。なんで、実際に僕の手元に入ってきたのは、だいたい950万円ぐらいです。そしてですね、あんまりイメージないと思うんですけど、この950万円って所得になるんですね。なんで、しっかり税金取られます。ちょっとぼやかさせていただくんですけど、だいたい2、30% 取られるんで、2、300万円分ぐらい、お国の方に納めさせていただく形になります。せっかく支援してもらってるのに、国に取られるのかっていうちょっと歯がゆさはありますけど、そういうものなんですね。で、残ったのが600、700万ぐらいになるんですけど、それを今回5500万円の立ち上げ費用の一部に使わさせていただくことになりました。ご支援いただき、本当にありがとうございます。そしてですね、加工場の壁にお名前を掲載するリターンを買っていただいた方、もう本当に僕の実力不足でリターンのお返しが遅くなってしまい、本当に申し訳ございません。本当にここに関してはもうただただ謝るしかないです。本当に申し訳ございません。で、そんな感じで、今、かなり大幅に遅れをとっておりますが、水産加工場をしっかりと進めさせていただいておりますので、ご安心ください。これからもね、頑張っていこうと思います。引き続きよろしくお願いいたします。